け前に一人で歩いて見えない未来が少し怖くなるけど夜を滑る神、つくよみ、彼の名を聞いたことがありますか？太陽神アマテラスの兄弟でありながら、闇の中にその姿を隠し、静かに世界を見守る存在。しかし、彼の物語は語られることが少ない。なぜなら、彼は影の中で真実を知る神だから。なぜつくよみは太陽の光を避け、夜をさまようのか。彼は何を思い、何を守り続けてきたのか。今宵、その知られざる神話が、静かに幕を開ける。最後までつくよみの物語をご覧くださいませ。さあ、物語の始まりじゃ。チャンネル登録して最後まで楽しんでくだされ。天地がまだ混沌としていた頃、イザナキの命は黄泉の国から逃れ、汚れを払うためにみそぎを行った。その時、彼の右目から静かに生まれ落ちたのが、つくよみの命でした。姉であるアマテラスは輝く太陽のごとく世界を照らし、弟のスサノオは海と嵐を司る力を持つ。だが、つくよみは生まれた時から静寂と共にあった。彼の身体は淡い月光のように冷ややかで、夜の闇と深く結びついていました。イザナギはその姿を見て、汝は夜を司るがよい、と命じた。つくよみはその言葉にただうなずき、暗夜に浮かぶ月のごとく、静かに天を漂った。彼は日の下で語られることは少なかったが、その冷ややかな瞳には、万物の流転を見つめる知恵が宿っていました。つくよみは静かに夜空を巡り、世界の安寧を守る存在となりました。昼はアマテラスが天をかけ、夜になればつくよみがその座を引き継ぐ。だが、彼の存在を意識する者は少なかったのです。太陽の輝きが世界を照らすように、月の光は静けさの中でしかその美を示しません。つくよみはそれを寂しいとは思わなかった。彼はただ、万物の影に寄り添い、静かに夜の営みを見守るのみでありました。しかし、ある日、アマテラスはつくよみに告げた。汝は我が影にある存在。我と共に高間ヶ原を治めよう。つくよみはその言葉に迷いを抱きました。自らは果たして日の光の下にあるべきなのか。彼の答えは、やがて訪れる運命によって決まることとなるのです。高間ヶ原の神々の間では、受け持ちの神のもたらす食物が賛美されていた。彼女は訪れた神々に、口から生み出した食物を与え、人々の糧とした。つくよみはアマテラスの命を受け、受け持ちの神のもとへ赴いた。月の神が訪れたことを喜び、受け持ちの神は同じように彼をもてなしました。が、それを見たつくよみの胸中に怒りが湧いた。汝が口より吐き出したものを食するなど、神の尊厳に相互しからぬ。彼の声は冷ややかで、かなり切れてました。刹那、彼の歯がひらめき、受け持ちの神は倒れた。大地に落ちた彼女の身体からは稲、麦、泡などの穀物が芽吹き、新たな命の源となった。しかし、この行為はつくよみを孤独へと導くことになるのです。つくよみが受け持ちの神を殺めたと聞いたアマテラスはめちゃくちゃ激怒しました。お前は神々の秩序を乱した。もう二度と顔を合わせることはない。そう言い放ち、彼女はつくよみから永遠に離れました。その瞬間、天と地の利は変わった。昼と夜は完全に分かれ、二つの光が交わることはなくなった。つくよみは静かにそれを受け入れました。彼は自身の行いを悔いることはなかったが、その代償として孤独を背負うことになりました。太陽の下で語られることのない月の神、つくよみはただ夜空に浮かび、己の役割を果たし続けました。だが、その心には消えることのない影が宿っていました。つくよみが夜を滑る存在となってから、月の光の下では様々なものがうごめいていた。彼のもとには影の中に生きる者たちが集まり始めたのです。夜に生きる獣、闇に潜む精霊、そして死者たちと様々な存在がそこにいました。彼らは太陽の光を避け、つくよみの優しい月光に導かれるように集まった。こうしてつくよみは知らぬ間に死者と影の王国の絶大な主となりました。彼は静かにそれを受け入れたのです。昼の世界はアマテラスが治めるものならば、夜の世界は自分が守るべきものであると。ある日、つくよみのもとに一人の死者が訪れた。彼は生前大きな罪を犯し、魂の安寧を求めていました。私は許されるのでしょうか。死者は震える声で問うた。つくよみは彼を見つめ、夜風のように囁いた。罪とは
ただ裁かれるものではない。己が向き合い、償うものだ。彼の言葉に、死者は涙を流し、静かに闇へと消えていった。つくよみはこの瞬間、己の新たな役割を悟ります。それは、闇を恐れる者たちの導き手となること。夜の静寂の中、彼は空を仰ぎ、月光を見つめた。月の光が静かに大地を照らし、夜風が吹き抜ける中、彼は目を閉じ、星々に誓いました。罪もまた、夜空に輝く星のように、過去を照らし導く光となるのだ、と。つくよみは1000年の時を夜の中で過ごした。彼は誰よりも長く、この世の影と向き合い、見守ってきた。アマテラスが賑やかな昼の世界を滑るように、彼は静かな夜の世界を守り続けました。しかし、時折思うことがあった。私は何のために生まれたのか、誰にも答えはわからない。ただ、夜が来るたびに、彼は静かに天を巡る。月の光が闇を優しく包み込むように、彼もまた、名もなき者たちの影を見守り続けました。だが、心の奥底には消えぬ問いがあった。この永遠の旅路に、終わりはあるのか。静寂の中、星々の瞬きに耳を澄ませながら、つくよみは答えを求め、夜空をうろつい続けるのでした。ある時、世界に混乱が訪れました。太陽の光すら届かぬ暗黒が広がり、人々はものすごく恐れおののいた。その時、つくよみは立ち上がったのです。この夜を支配するのは闇ではなく、我が月光なり、彼の言葉とともに、月がまばゆい光を放った。それは恐怖を拭い去り、再び世界に秩序を取り戻しました。その時、彼は初めて、自らの存在意義を理解しました。闇を恐れるのではなく、そこに光をもたらすことこそが自分の使命なのだと、つくよみは静かに空を見上げ、月光を宿した瞳で未来を見据えたのです。夜が訪れるたびに、つくよみは静かに天を巡る。その姿を仰ぐ者は少ない。しかし、彼がいるからこそ、夜の闇は静かであり、安らぎに満ちています。彼は決して孤独ではなかったのです。なぜなら、彼の光を必要とする者は、必ずいつもどこかにいるのだから。夜の静寂の中で、迷える魂たちは月を見上げ、その優しい輝きに安堵するのです。つくよみはそれを知っていました。たとえ声を届けることができなくとも、その存在が希望となるのならば、それで良いのだと、彼はそっと目を閉じ、夜風に身を委ねながら、再び静かに天を巡り始めました。つくよみは今も全国にある、月読神社や月の神として信仰されています。主なつくよみを祀る神社には、つくよみ神社、京都府松尾大社境内、つくよみ神社、長崎県一島、伊勢神宮、内宮の別宮、つくよみ宮、伊勢神宮の関連神社の一つで、つくよみを主催神とし、天照大神と深い関わりを持っています。つくよみのみことの物語はいかがでしたか？楽しんでいただけたら幸いです。つくよみのみことは、日本神話に登場する月の神で、天照大神、スサノオノミコトと共に、三騎士とされる重要な神の人柱です。しかし、神話の中では登場する場面が少なく、その神格や役割については不明瞭な点も多い神です。日本神話の中ではあまり語られることのない神ですが、そのミステリアスな存在感が、現代でも人々を引きつける要因の一つかもしれません。つくよみの物語は、ただの神話ではありません。彼の歩みは、闇の中にこそ光を見出すことの大切さを教えてくれます。太陽が世界を照らすように、月もまた、暗闇にそっと寄り添う存在。人は皆、光と影の間で生きています。時には孤独を感じ、道を見失うこともあるでしょう。しかし、つくよみのように静かに自分の役割を果たすことで、誰かの支えになれるのです。たとえ自分の輝きが小さくとも、誰かにとっての同票になれるかもしれない。闇を恐れず、そこに意味を見出すことこそが、真の強さなのかもしれません。つくよみの物語を通して、あなたは何を感じましたか？夜空を見上げるたびに、彼の静かな光を思い出してください。最後までご視聴いただいてありがとうございました。このチャンネルがよろしければ、ぜひチャンネル登録とLIKEボタンを押してくださると幸いです。よろしくお願いいたします。